報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第11話、記念を持つ強者たちとの対決。遺跡での冒険から数日後、ユーマとリーナはようやく町へと戻ってきた。監禁所で持ち帰った魔法石や武具を売却し、すっちりとした金貨の袋報酬を手に入れた。だが、ふと周囲を見回すと、その場の空気が妙にざわついていることに気づく。人々の視線がまるで突き刺さるかのように二人へ集まっていた。ひそひそとささやき合う声が聞こえ、ちらちらとこちらを伺う目が気になった。おいあれが噂のやつか。信じられねえ。あんなひょろそうなやつがロックバルドを倒したって。街中に広がるユーマの噂。ふにゃー、なんかすごい注目されてるね。猫耳をピクピクさせながらイーナが小声で言う。まあ目立つことはしたしな。ユーマはため息をつきつつ報酬をカバンに詰め込んだ。だが次の瞬間、おいお前、怒鳴り声が響き、空気が一気に張り詰めた。振り返ると、かっちりした体格の男が数人の仲間を引き連れ、こちらに歩み寄ってくる。てめえがロックバルドを倒したって噂のやつか。男の顔には疑いとあざけりが混じっている。そうだけど、ユーマが淡々と返すと、男たちは顔を見合わせ、一斉に笑い出した。ああ、冗談を大概にしろよ、坊主太りで。あの化け物を。ありえねえ。どっかの誰かがひ弱なガキを持ち上げて、ありもしねえ噂を流したってわけか。にゃにゃ、ユーマ、弱々冒険者扱いされてるよ。どうするの。イーナが茶化すように声を上げた。ユーマは頬をわずかにあからめ、イーナの頭を軽くこすいてみせた。しかし、男たちは真剣な表情に戻ると、なめてんじゃねえ。俺たちはこの町じゃ知った名の知れた冒険者だ。はったりは通用しねえ。でけえ串叩くならただじゃ済まさねえぞ。実力で証明してみろよ。面倒くさいな。ユーマは頭をかきながらも、ここで吹けばますます舐められるのは明らかだった。わかった。相手してやるよ。天星の槍を構えたユーマの姿に周囲がざわつく。槍か珍しいな。だがそんなもので俺たちに勝てると思うなよ。男の太りが不敵に笑いながら前に出る。まとめてかかってこい。そっちの方が手っ取り早い。その言葉にならず者たちは一瞬たじろいだが、すぐに調子に乗るなと一斉に襲いかかった。刹那、ユーマの槍がひらめいた。鋭い衝撃音とともに先頭の男の武器が弾く飛ばされる。ユーマは流れるように一歩踏み込み、槍の柄で相手の腹をついた。魚体がよろめき、地面に崩れ落ちる。残りの二人が慌てて距離を取った。なんて速さだ。ユーマは無言で槍を振り抜く。柄の一撃で次の男の腕を払い、男は顔を歪めて膝をついた。嘘だろう。ならず者たちはじりじりとこう対処始める。これで納得したか。静かにそう言い放つと、場の空気が一変した。ヤジを飛ばしていた者たちも息を飲んで固まる。町の人たちが呆然と見守る中、男たちは歯ぎしりしながら視線を交わし、やがて何も言わずに立ち去っていった。しばらく沈黙が続き、イーナがぽつりとつぶやく。ふにゃーユーマ、やっぱり強いね。イーナが尻尾をパタパタ揺らし、キラキラした目で感心したように言った。ユーマは槍を肩に担ぎ、照れくさそうに口元を緩めた。まあ、あれくらいならな。だが、胸の鼓動はまだ早かった。ロックバルドを倒したことで、身体が軽くなった気がする。戦いの最中、ユーマは自分の動きが以前よりも鋭く、力強いことに気づいていた。槍を振るう感覚も洗練され、まるで身体が勝手に流れを覚えているようだった。この世界は戦闘を重ねることで勝手に身体
愛が強くなっていく、そんな感覚。嫌いじゃないな。ユーマは軽く息を吐き、改めて槍を見る。武器は確かに強力だ。でもそれだけじゃない。振り回す自分だって以前よりキレが増してきてる。少しずつ力がついてるのかもしれない。俺はどこまで強くなれるんだろう。だがその成長を試す機会はすぐにやってきた。ならず者たちが逃げ去った後、周囲は静まり返っていた。すごいあの槍使い、本当にあいつらを一瞬でロックバルドを倒したって噂、本当だったのか。町の人々がざわめく始める。ユーマは特に気にする様子もなく、槍を肩に担いだままその場を後にしようとした。しかしそこへ羽鳥の男が立ちふさがる。待てよ、お前本当にあの遺跡を攻略したってのか。低く響く声とともに姿を現したその男は、鍛え抜かれた肉体を覆う黒革の鎧をまつわっていた。肩には銀の装飾が施され、戦場の傷跡を隠すことなく誇りのように刻まれている。腰に白鳥剣は絵にまで精緻な文様が刻まれ、ただそこにあるだけで空気を震わせるような威圧感を放っていた。周囲の人々が一斉に息を飲む。シグルドだ。この辺りで最強と名高い剣士シグルド。この町でその名を知らぬ者はいない。剣一本で数多くの魔物やならず者を打ち倒し、その名を轟かせてきた男。彼に挑んで生き延びた者は少ないと言われている。ユーマはじっとシグルドを見つめた。だからシグルドは鋭い視線を向けると、ユーマの槍を一別し、にやりと笑った。お前のその槍、確かに強壮だ。だがそれだけでゴーレムが倒せるわけじゃない。噂が本当ならお前自身も相当な実力のはずだ。彼はゆっくりと剣の柄に手をかけた。試させてもらうぜ。周囲の空気が一気に張り詰める。言いながユーマの横で尻尾をピンと立てながら顔をしかめる。また厄介なのが出てきちゃったにゃ。ユーマは一瞬だけため息をつくと、槍を軽く回しながら構えた。やるしかなさそうだな。そして二人の間に静かな風が吹く。次の瞬間、シグルドの姿が一瞬核消えた。早い。ユーマはとっさに槍を構えた。横から迫る鋭い先。キーン。反射的に槍を振ると、シグルドの剣が激しくぶつかった。衝撃が腕に響く。シグルドは目を細め、興味深そうに口角を上げる。おお、俺の一撃を防ぐとはな。ユーマは一歩後ろに下がりながら槍を構え直した。そっちこそなかなかの速さだ。周囲の観客が固唾を飲んで見守る中、シグルドはユーマの槍を見つめるとふっと息をついた。強力な槍か。だがその言葉と同時にシグルドの気配が変わる。まるで歯そのもののような鋭い琥珀が溢れ出し、ユーマの肌がひりつくような感覚に襲われる。イーナがユーマのすぐ横で尻尾をふわりと膨らませた。にゃ、なんかやばそう。シグルドが深く構えた瞬間、一気に距離を詰める。今度は防ぎきれない。ユーマはとっさに後ろへ飛び、槍を前に突き出した。しかしシグルドはユーマの槍をかわし、反対側から切りかかる。ユーマは瞬時に槍を吹き戻し、横へ投ぐ。キーン。再び激しく火花が散る。ユーマはシグルドの攻撃速度に驚きながらも冷静に考えた。槍の能力を生かすんだ。シグルドの剣さばきは速く、ユーマの突きをことごとくさばいてくる。しかしこの槍の真の力は防御虫の貫通。当てさえすればシグルドが再び突っ込んでくる。ユーマは一瞬攻撃を仕掛けるような素振りを見せた。シグルドがそれに反応した刹那、ユーマは槍を後ろに吹き、瞬時に踏み込む。ズバッ。ユーマの槍がシグルドの肩をかすめる。シグルドは寸出のところで身を吹き、血
致命傷は避けたが、服が裂け、薄口がにじんだ。なるほどな。シグルドは傷口を軽く指でなぞりながら、武将する。その槍や、お前の実力は本物のようだな。ユーマは息を整えながら、槍を構えたままシグルドを見据えた。続けるか。シグルドはしばらくユーマを見つめた後、ふっと剣を収めた。いや、いい、十分だ。ユーマはわずかに肩の力を抜き、槍を下ろす。シグルドは腕を組みながらにやりと笑った。噂最上の男だったな。お前の名前、しっかり覚えておくぜ。そして、その場から静かに立ち去っていった。戦いを見届けていた周囲の冒険者や住民たちは、ユーマを驚愕の目で見つめていた。本当に勝った。あのシグルドに、一撃入れた。やがて、誰かが小さくつぶやいた。すげえ。その言葉を皮切りに、周囲がざわめく始める。こうして、ユーマの名はさらに広まることになった。いやー、さすがユーマ。言いなが尻尾をフリフリさせながら、にんまりと笑った。まさかシグルドに勝っちゃうなんて、私も驚いたよ。ユーマは苦笑して、手にした槍を見下ろした。いや、ほとんど槍のおかげだったよ。俺がすごいわけじゃない。またまた、そんなこと言って、イーナは頬を膨らませて抗議するような表情を見せたが、ユーマは真剣な目で槍を握り直した。実際、あの戦いこの槍がなかったら負けていたかもしれない。天星の槍は確かに強力だ。どんな防御も貫く貫通の力。相手がどれほどの守りを固めていても意味をなさない。けれど、それはあくまで槍の力であって、自分の実力ではない。ユーマは、少し前まで平凡な冒険者に過ぎなかったことを思い出す。武器を進化させる能力を持っていたとはいえ、追放され、蔑まれてきた。そんな自分が槍を手に入れた途端に周囲から評価される。なんか、違う気がするんだよな。小さく漏れたつぶやきに、イーナが不思議そうに首をかしげる。何が、俺自身の力じゃなくて、槍がすごいだけなんじゃないかってさ。イーナはじっとユーマを見つめ、それからクスッと笑った。ミャワは、それってすっごくユーマらしいよ。ユーマって、自分のことを含みすぎにゃ。確かに槍の力はすごいにゃ。けど、それを使いこなしてるのはユーマ自身だにゃ。ユーマは言葉に詰まる。それに、槍が強くても、使い手が弱かったら、シグルドの最初の一撃で終わってたはずにゃ。そうじゃなかったってことは、ユーマがすごいってことになるにゃ。そうかな。そうだよ。イーナは尻尾をピンと立て、自信満々に言い切った。ユーマは少し考え込んだが、完全に納得はできなくとも、心がわずかに軽くなった気がした。そんなやりとりをしている間にも、街ではユーマの噂がどんどん広まっていった。おい、あれがシグルドを退けた冒険者か。すげえ本当かよ。信じられねえ。ロックバルドも倒したって話だぜ。相当な実力者なんじゃ。道を歩くだけで、そんな声が耳に入ってくる。イーナは誇らしげに胸を張った。ユーマ、すっかり有名人だね。ユーマは頭をかきながらため息をついた。あんまり、こういうのは得意じゃないんだよな。もっと胸張っていいのに。けれどユーマは、賞賛よりも別のことを考えていた。本当に強い冒険者というのは、きっとどんな武器を使おうと、一流の戦いができる人間のことだ。自分はまだ、そういった域には達していない。もっと答えないとな。その言葉に、イーナが呆れたように笑う。また修行を。ほんと真面目だね。ユーマはその笑いに、少しだけ救われたように思えた。街の喧騒が少し落ち着いた頃、二人は広場の片隅で腰を下ろしていた。空は夕暮れ色に染まり、通りを吹き抜ける風が心地いい。さて、それじゃ次はどこに向かうの？イーナが
口をブラブラさせながら尋ねると、ユーマは少し間を置いて答えた。もう少し、この槍の力を試してみたい。それに、俺自身をもっと答えないと。ふむふむ。それで、イーナの耳がぷくりと動く。だから、次はモンスター討伐やクエストに挑戦して、ダンジョンにもくぐろうと思う。もっと強い敵と戦って、自分がどこまで通用するのか確かめたいんだ。イーナの瞳がパッと輝いた。いいね。私も付き合うよ。お前も当たり前でしょ。ユーマと一緒の方が楽しいし、それに安全に稼げるしね。どっちが安全なんだか。ユーマは呆れながらもどこかほっとした。この軽口を交わせる時間はきっと何よりの癒しなのだろう。よし。じゃあ決まり。イーナが勢いよく立ち上がると、夕日がその髪を照らし、金色の光が揺れた。ユーマは立ち上がり、背に槍を背負い直す。その表情には、もう先ほどまでの迷いはなかった。続く。次回。第12話、初めてのギルド。追放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第12話、初めてのギルド。ある日の黄昏時、町外れの石畳を並んで歩きながら、イーナがふと振り返った。彼女の尻尾が軽やかに揺れ、茜色の空に映える。そういえばユーマ、あんたのレベルっていくつなの？イーナの何気ない問いかけに、ユーマは思わず足を止めた。石畳に長い影が落ちる。レベル、繰き返した声は、自分でも驚くほど間抜けだった。レベル、あまりにも聞き慣れた言葉だった。前世でのゲーム、アニメ、漫画、そこで繰り返し目にしてきた概念。しかし、この世界に転生してから、ユーマは一度もその存在について考えたことがなかった。力は訓練や経験で身につくものだと思っていたし、実際に進化の力を使うことで強くなってきた。だが、この世界では、それを数値化する仕組みがあるのだという。まさか知らないのを、イーナが首をかしげる。彼女の橙色の髪が夕日を受けて淡く光った。ユーマは苦笑し、後頭部をかいた。いや、その知識としては知ってるさ。けど、本当にあるのかっていうか、不思議なふと、普通。真っ先に調べるものだよ。イーナは軽やかに笑い、石畳を先に進む。ユーマはその背中を追いかけながら、胸の奥に奇妙なざわつきを覚えていた。俺のレベル、一体どれくらいなんだ。イーナはユーマを覗く込むようにして髪を揺らした。本当に知らないんだね。冒険者なら最初に確認するのが当たり前なのに、微笑するユーマにイーナは小さく首を振った。まあ数字で測るのが全てじゃないけど、目安にはなるよ。ギルドに行けばすぐにわかるから。彼女の調子は軽いが、その瞳は真剣だった。ギルドは町の中心に構える大きな石造りの建物だった。重厚な扉を押し開けると、喧騒と酒の匂いが一気に押し寄せる。鎧姿の戦士たちが大声で笑い合い、魔術師が依頼書に目を通し、受付前には列ができていた。こっちだよ。イーナが迷いなくカウンターへ向かう。ユーマは彼女の背に続いた。受付の女性は無表情に業務をこなしている様子で、イーナの説明を聞くと、黒曜石のように光沢のある板を差し出した。ここに手を置いて、魔力を少し流してください。ユーマは指示通りに手を置く。冷たい感触。次の瞬間、板の表面に光が走り、青白い文字が浮かび上がった。冒険者名ユーマ、レベル18。固有技能進化の権能。戦闘傾向適応型中距離対応。18。数値を見た瞬間、ユーマは息を飲んだ。もっと高いのではと思っていた。シグルドを退けた自分なら、きっとよくわからないが30とか、それ以上とか。だが、現実はそれほどでもなかった。その時、
女性の手がぷたりと止まる。淡々とした態度を崩さなかった彼女の瞳が一瞬大くく見開かれた。進化の剣の王、小声だったが、その小羽には明らかな驚きが混じっていた。周囲にとこえないよう口元を押さえつつも、視線はユーマのステータスから離れない。この技能記録上、確認された例がほとんど見られません。伝承では、家古書では、限られた存在にしか用えないはずで、勇者のような特別な彼女の声は震えていた。周囲に気づかれぬよう言葉を切り、深呼吸をふとつ、表情を取り繕い、無理やり事務的な顔に戻る。伝説では、大陸を変えた者たちがごくまれにこの力を受付上のつぶやきは恐れとも敬意ともつかぬ響きを帯びていた。ユーマはぎょっとして遮るように慌てて首を振る。いやいや、そんな大層なもんじゃないですって。ただちょっとアイテムが便利になるくらいの、ほら、地味なスキルなんで手力で任せを重ね、両手を振って大げさに否定した。受付嬢は一瞬じっとユーマを見つめたが、やがて薄く笑みを浮かべてうなずいた。そうよね、そんなはずないわ。そうですか、ご本人がそうおっしゃるなら。失礼しました。得意な技能をお持ちのようですね。受付嬢の言葉にユーマは一瞬好奇心をそそられ、詳しく尋ねようとしたが、その前にリーナが身を乗り出し、キラキラした目で割り込んできた。18か、納得したにゃ。納得。普通シグルド級の剣士を一人で倒せるなら30以上あってもおかしくないの。でもユーマには進化がある。数字が低くてもその力でぐっと伸びる。そういう戦い方ができるんだよ。リーナは笑みを浮かべながらもじっとユーマを見つめる。その眼差しに軽さとは裏腹に真剣さもあった。ユーマは心の中で苦く笑った。やっぱり俺の強さは進化のおかげなのか。自分自身の実力というわけじゃない。正直胸を張れる数字じゃないな。そう言うとリーナは肩をすくめて笑った。数字が全てじゃないよ。大事なのはその数字で何をするかってこと。彼女の声は軽やかでありながら不思議と胸に染み入った。ギルドを出る頃には夜が街を包み始めていた。街灯のランタンが石畳に柔らかな光を落とす。冒険者たちの笑い声や酒場から流れる歌声が響く。不思議だな。ユーマがぽつりとつぶやいた。何が？リーナが首をかしげる。レベルって数字を見ただけでなんだかこの世界で生きてるって実感が湧いてくる。前はただ強くなりたい、それだけだったけど、今はなんかそれだけじゃない気がするんだ。ユーマってばちょっと哲学的になってきたね。リーナがクスッと笑う。所詮はただの数字かもしれない。でもこうやって実際に見るとなんかこうもみみたいなものを感じるよ。そうだよ、数字は鎖にもなるし翼にもなる。使い方次第だね。ユーマはその言葉に小さく笑った。じゃあ俺の18が翼になるように頑張るしかないな。その息だにゃ。ランタンの灯に照らされたリーナの横顔はどこか誇らしげに見えた。その夜宿のベッドに横たわったユーマは何度も浮かび上がった文字を思い返していた。レベル18、進化の剣の王。俺の翼はこの数字の先にあるのかもしれない。俺はこの力で何を守るんだろう。胸の奥で小さな決意が芽生え始めていた。夜風に揺れるランタンの光が静かに部屋を照らしていた。数週間後、冒険者ギルドの広間は昼下がりの喧騒に包まれていた。酒場と兼ねた受付には依頼表を手にした冒険者たちが列を作り、奥の掲示板にはびっちりと紙が貼られている。討伐依頼、護衛依頼、
中以来どれも法はまちまちで危険度も様々だ。ユーマとリーナは掲示板の前に立ち並んでいた。どれにする？リーナが首をかしげながら髪を眺める。もうすでに二人は数々の依頼をこなしてきていた。最初は単純な薬草採取や村への荷物運びから始め、徐々にゴブリンや小型の魔獣討伐へとステップアップしていた。二人の連携も日に日に磨かれ、ユーマの鋭い槍さばき、リーナの素早い動き、そして猫耳族ならではの鋭い動物的な勘を生かした戦術で、どの依頼も危なげなくクリアしてきた。今では互いの呼吸を読み合い、軽口をはたくつつも任務を効率よくこなすまでになっていた。ユーマは腕を組んだまま、じっと一枚の依頼表に目を留める。灰切りのホラの調査魔獣討伐、依頼主冒険者ギルド、報酬銀貨20枚。灰切りのホラー、リーナが小さくつぶやく。ユーマはうなずいた。町の谷あるいは山の洞窟だ。以前から小型の魔獣が出るって話だったが、最近は被害が増えてるらしい。ギルドが討伐と調査を同時に依頼してるんだろうな。リーナの瞳がわずかに揺れた。なるほど、でも噂じゃあそこ迷宮みたいに入り組んでるって聞いたけど、戻ってこられなかった冒険者もいるとか。危険はあるさ。でもそろそろ腕試しにはちょうどいいだろう。ユーマは笑みを浮かべ、依頼表を手に取った。何より俺たち二人ならきっと突破できるさ。その言葉にリーナは一瞬ためらったが、やがて小さく笑った。しょうがないな。ユーマがそこまで言うならやってみよっか。二人は受付へと歩き、依頼表を差し出す。灰切りのホラの依頼を受けます。受付嬢は書類を確認し、うなずいた。危険度は19。十分な準備を整えてから挑んでくださいね。こうして二人の新たな挑戦が決まった。続く次回。第13話、ダンジョン攻略。追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第13話、ダンジョン攻略。ギルドを出たユーマとリーナはその日の午後、早速ダンジョンへと向かっていた。町の北側にそびえる岩山のふもと、ぽっかりと口を開けた洞窟。それが灰切りのホラ。初心者から中堅の冒険者までが挑む定番の場所だが、油断すれば命を落とす危険な迷宮としても知られている。入り組んだ構造と不意に現れる魔物たち、それらが幾人もの命を奪ってきた。初めてのダンジョン攻略だな。槍の石突きで地面を軽く叩きながらユーマが静かに言った。緊張してるのかな。リーナがにやりと笑う。腰に短剣、背には立派な弓を背負っている。その軽装に似合わず目は鋭く冴えていた。まあね、でも遺跡で死にかけたことを思えばまだ落ち着いてる方かな。ふふ、頼もしいこと言うね。今日は私もちゃんと働くから安心してよ。軽口を交わしながらも二人の足取りは慎重だった。洞窟に足を踏み入れると空気は途端にひんやりと変わる。外の風は届かず、湿り気を帯びた静寂が支配していた。壁面には苔がほのかな光を放ち、細い水流が足元を張っていく。視界は悪くないけど音が響くな。ユーマは周囲を確認し、槍の柄を握り直した。リーナは軽やかに身を沈め、一本の矢を鶴につがえた。鶴がかすかになった。二人の呼吸だけが暗闇に一定のリズムを刻む。以降、ユーマの小さな声を合図に二人は迷宮の奥へと歩を進めた。不意なり声が響く。矢をこするような足音、四つ足の影が3体。暗闇から姿を現した。赤く光る瞳、むき出しの牙、灰切りのホラに住む群れの魔物洞窟狼だ。グルニャ。リーナの声と同時に最善の一匹が飛びかかる。させるか。ユーマは半身に構え、槍を突き出した。鋭
き目の牙が迫るが、その前に矢が走った。イーナの放った矢が狼の目を射抜き、普通の方向が響く。ナイス。ふふん。もっと褒めてもいいけど、最後の一時は怯えたように下がったが、ユーマがすかさず距離を詰め、槍の柄で顎を跳ね上げた。体勢を崩した狼の胸を一つく沈黙。3体。片付いたな。息ぴったりだったね。イーナは弓を背に戻し、笑顔を見せる。ユーマも小さく息を吐いた。遺跡での死闘を思えば、呼吸は乱れていない。戦える。今の自分は確実に強くなっている。実感が胸に広がる。これまでの経験も生きているのだろう。それでも慢心は許されない。進化の力に頼らず、自分の力だけでどこまでやれるか。それが今回の課題だった。通路を進むほどに魔物との遭遇は増えていく。壁から飛び出す岩と影、天井から群れで襲いかかる巨大なコウモリ。ユーマは槍で次々に突き落とし、イーナは矢を正確に射抜いた。その一連の動きはまるで舞うように優雅だった。ユーマは一瞬、その鮮やかな姿に一瞬見とれてしまった。何ぼーっとしてるのを、矢が外れたらどうするにゃ。イーナが振り返り、頬を軽く膨らませて睨む。いや、ただ手際がすごいなって。そう、そんなの当然だよ。弓は私の18番なんだから。イーナは顔をあからめ、さっと前を向き直した。矢筒の中で揺れる矢輪が、薄暗い通路の中でやけに鮮やかに映る。戦いながら進むうちに、二人の呼吸はますます合っていく。危険な場面もあったが、二人は互いを支え合いながら着実に奥へと進んでいった。だいぶ慣れてきたな。最初から慣れてたんじゃないかな。遺跡でもボスを倒してるんだから、19ダンジョンくらい楽勝でしょ。まあ、あの時は半分運だったけどな。いや、謙遜してるところが逆に怪しいから、視線を交わしながらも、二人の動きは軽快だった。足取りは弾み、次々と魔物を退けていく。やがて通路が広がり、天井の高い空間に出た。無数の石柱が立ち並び、苔の光が天井を照らす。水面に反射するその輝きは、まるで別世界のようだった。わあ、綺麗。イーナが簡単の息を漏らす。ユーマも言葉を失い、ただその光景を見上げた。幻想的だな。ユーマは小さくつぶやき、すぐに警戒の視線を周囲へ巡らせる。こういう場所こそ、罠や敵が潜んでる可能性が高いぞ。わかってるもん。でもちょっとくらい見とれても罰は当たらないにゃ。イーナは肩をすくめながらも、目の前の神秘的な光景に目を奪われた。ほんの一瞬、戦いを忘れるような穏やかな時間が流れた。あれが重曹の目印だよ。なるほど、ここまでが19か。でも、ここからは、さすがに雰囲気が全然違うな。通路を抜けると、さらに広い空間が待ち構えていた。壁に点々と光る苔が、ぼんやりとした明かりを放ち、天井の高みまで闇が支配している。空気が重いね。イーナが耳をぷくりと動かし、弓を構える。ユーマも、湿った地面に足を沈めながら低くつぶやいた。ああ、ここ何か。嫌な気配がする。パタリと空気が止まっていた。遠くで水滴の落ちる音だけが響き、二人の呼吸が妙に大きく感じられる。短い沈黙が流れる。いいな、この階層を抜けたら終わりにしよう。もう帰るつもり？イーナは少し驚いたように顔を上げたが、すぐにうなずいた。油断は禁物だ。無理して命を落としたら、それで終わりだからな。不慎重なユーマも嫌いじゃないよ。イーナはそう言って微笑み、ユーマも小さく笑みを返した。だがその穏やかな一瞬は、最
瞬で裏返る。世界が回転し、光と影が混ざり合う。イーナの叫びが遠くで反響した。ユーマ。二人の体は闇の底へと吸い込まれていった。闇の底へと吸い込まれる中、ユーマは反射的にリーナの手をつかみ、落下の衝撃に備えた。幸運。硬い石の床に叩くつけられ、鈍い痛みが全身を走る。湿った空気が肌にまとわりつき、苔の光も薄暗く頼りない。まずい。重曹よりずっと深い海藻だ。ユーマの声に緊張が走る。漂う魔力の圧が肌を刺すように重い。うわ。完全に落とし穴トラップにゃ。上には戻れそうにないよ。イーナが顔をしかめながら弓を構えて吹き絞った。周囲に漂う魔物の気配がこれまでとは比べ物にならないほど濃密だった。壁の影がぬるりと揺らぎ、細長い黒い影が床に伸びる。次の瞬間、獣のような四足の魔物が姿を現した。人面を思わせる歪んだ顔にギラつく目、闇をまとった獣影食い。いたぞ。ユーマが踏み込み、槍を突き出す。鋭い一撃が影食いの胸を貫いた。やった。イーナが歓声を上げた。だが次の瞬間、ユーマの目が見開かれる。倒れたはずの影食いの体が闇の粒子となって広がり、壁や床の影に染み込んでいく。そわい、冷たい気配が背後から立ち上がった。ふう、増えてる。イーナの叫びに振り向くと、左右の壁から2体、影食いが這い出してきていた。1体が死ぬと2体に分かれるのか。ユーマは舌打ちする。すかさずリーナが矢をつがえ、太り追い抜く。矢は正確に目を貫き、影食いは崩れ落ちた。だがその死骸からまたしても2つの影が溢れ出し、さらに2体が姿をなす。キリがないよ。広間の空気が闇で濁り、視界がじわりと霞む。数はどんどん増え、やがて10体を超えた。歪んだ笑い声が小王からこだまし、心臓をわしづかみにするような圧迫感が迫る。いいな。背中を預けろ。ユーマは交代し、イーナと背中合わせになる。槍が振るわれるたびに一体が貫かれるが、すぐに二体へと増殖する。イーナの矢も次々と敵をうがつが、まるで水をすくうように数は減らない。このままじゃ押しつぶされる。影食いたちが一斉にうごめき、獲物を仕留めるべく飛びかかってくる。ユーマは槍をなぎ払い、イーナは鶴を吹き絞る。だが、どれだけ倒しても数が減らない。後ろ壁の隙間を埋め尽くすように膨れ上がっていく。背後に退路はない。ユーマは2体を突き払いながら踏みとどまるが、次の瞬間、脇腹に冷たい衝撃を受け、石壁に叩くつけられた。肺の中の空気が一気に抜け、視界が揺れる。続く。次回。第14話、鏡の中の試練。